皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日はジャパニーズトークなんですけど、初中級レベルの人も聞き取りやすいように少しゆっくりはっきり話したいと思います。この動画には15言語の字幕があります。ぜひ文字起こし機能を使いながら2言語表示して単語や文法の意味などを確認してみてください。最近日本語の初中級レベルの人から日本語の単語がなかなか覚えられないという相談をもらいます。今日は日本語の単語を覚える3つの方法、コツを紹介したいと思います。テストのためだけじゃなくて、日常生活で使う単語を覚える方法も紹介したいと思います。皆さんは普段どうやって単語を覚えていますか？テキストを見ますか？たくさん書きますか？覚える方法はたくさんあると思いますし、人それぞれ自分に合うやり方があると思うので、どれもいいと思います。カナダのウォータール大学の研究によると、声に出して読む方が記憶に残りやすいという結果が出たそうです。もし単語を見るだけだとなかなか覚えられない人、あとはたくさん書いているのになかなか覚えられない人がいたら、声に出しながら書いたり読んだりする方が覚えられるかもしれないので、ぜひやってみてください。2つ目は、覚えた単語をアウトプットするです。アウトプットすることによって、本当に単語を覚えたかどうか確認できると思います。やっぱり実際に使ってみた方がもっと定着しやすいと思います。その方法の一つとして私がおすすめしたいのは3行日記を書くことです。3行1、2、3ですね。1日3行だけ書いてみる。本当に簡単で短くていいんです。長く書く必要はありません。例えば今日は7時に起きました。シャワーを浴びてからコーヒーを飲みました。友達と一緒に図書館で勉強しました。など、実際に自分がその生活の中で行ったこと、やったことを書いてみてください。この時に意外と、あれ？この動詞はどうやって言うんだっけ？とか、単語もこの前覚えたのに、あれ今思い出せないとか、いろいろあると思います。それでいいんです。今自分がどんな単語が分かって、どんな単語を忘れてしまったのか、あとはまだこの単語は知らないとか、自分の今の単語の能力を知ることがすごく大事です。自分で書いた後にやっぱり思い出せないなと思ったら、もちろん辞書で調べてもいいですし、SNS の文章を参考にしてもいいと思います。これはスマホで入力してもいいと思います。とにかくアウトプットすることが大事です。でも自分で作った文章が正しいかどうか不安になる時ってありますよね。自分が書いた文章をネイティブスピーカーに確認してもらった方が続けやすいと思いますし、もっと覚えるスピードも速くなると思います。でも日本語を勉強している人から日本語のネイティブスピーカーと練習したいけど、私の周りには日本語のネイティブスピーカーがいませんという相談をよくもらいます。実は私も何年か前に英語や中国語を勉強していた時に、せっかく覚えた単語を使うチャンスがあまりありませんでした。でも私はその実際に覚えた単語や文章を使ってみたいという気持ちがすごく強かったので、
ネイティブスピーカーと話せる場所が必要でした。それが今ずっと使っている iTalki を使い始めた理由の一つです。私は今もほとんど毎週 iTalki を使っているので皆さんにお勧めしたいです。iTalki は実際の教師による一人一人のレベルに合わせた1対1のレッスンを提供する語学学習プラットフォームです。iTalki は自分の好きな時間に好きな場所でレッスンを受けることができるので、毎月決まった金額を払う必要はありません。iTalki ではあなたのレベルやニーズに合う先生を探したり、あなたの母語を話す先生を選ぶこともできます。先生が本当にたくさんいるので、自分と合う先生を見つけることができると思います。熱心で優しい先生がたくさんいるので、初めて iTalki を使う人でも、初めて日本語を話す人でも、自信を持って安心して話せると思います。私はもう5年以上前から自分自身も iTalki で日本語を教えたり、中国語や英語のレッスンを受けています。私の場合は覚えた単語を実際に使って話してみたり、日常生活で起きた出来事について話すだけではなくて、海外旅行する前にホテルのチェックインをする時の会話とか、カフェで注文する時の会話をそのネイティブスピーカーの先生と一緒に練習して自信をつけて旅行をしています。本当に生活でも旅行でも役に立っているので、ずっと iTalki を使い続けています。今回は中国語でレッスンを受けてみました。中国語の先生とレッスンをする様子はこんな感じです。ご覧ください。你好，康奈さん，好久不见。你好，康娜老师。那今天你想聊一下什么话题呢？这次我想试试实际使用一下自己背的词汇。OK，那是什么词汇呢我最近背的词汇是挫折。？OK，那你知道挫折在中文里是什么意思吗？我知道，我试试说，遇到困难或失败，让人感到失望，然后不能继续下去，很难受的感觉。好的，是的，是这个意思。那你可以用挫折说一个例句吗？好，比如说工作面试的时候，面试官问我：“你遇到最大的挫折是什么？” OK，那你怎么回答他的？你觉得你遇到在工作中遇到的最大的挫折是什么？就是那个时候。あなたも iTalki でリアルな会話から日本語を学んでみませんか？ iTalki では日本語以外にも150以上の言語を学ぶことができます。今回初めて iTalki でレッスンを受ける人は特別なクーポンコードを使うことができます。この動画の概要欄にあるプロモーションコード、あかね03 AKANE03 を入力して10ドル購入すると最初のレッスンであなたは5ドルもらうことができます。先着50名が使えるクーポンなので今すぐ概要欄をチェックしてください。産業日記は自分の生活に関することを書くことが多いと思うので実際の会話にも役に立つと思います。でも時間がなかったり忙しかったりして毎日続けるのは難しいという人もいるかもしれません。もちろん理想は毎日書くことなんですが、やっぱり長く続けるためには無理をしてはいけないと思います。例えば1日5分だけ書いてみるとか、1週間に3日は書いてみるとか、自分で少しルールを決めて
毎日じゃなくても少しずつ続けていくと続けやすいと思います。最後、3つ目は生活の中で見たものを日本語にしてみるです。例えば飲食店に行ってこれを見たらすぐにスプーン、フォーク、そして皿、すぐにこういったものが日本語で言えるかどうか試してみる。電車に乗っている時なら窓、ドア、乗るなど何か物を見たり自分で行動をした時にそれが日本語で言えるかどうか自分で試してみるのもすごくおすすめです。大事なのは思い出せなかった時に自分を責めるのではなくて次に同じものを見た時にすぐに言えるようになっていればいいと思います。もう一度復習してちゃんと次回思い出せればもうそれは定着している単語、忘れにくくなっている単語だと思います。はい。今日は日本語の単語を覚える3つの方法、コツを皆さんにシェアしてみました。本当にいろいろな方法があると思います。皆さんが続けやすい方法、やりやすい方法をぜひ試してみてください。単語だけじゃなくて文法もそうなんですけど、やっぱり覚えたらそれをアウトプットするということは本当に大事だと思います。今日紹介した iTalki でぜひ日本語のネイティブスピーカーの先生と一緒に話してアウトプットする機会をたくさん作ってみてください。リンクとクーポンコードは概要欄にあります。それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。皆さんいつも見てくださって本当にありがとうございます。ではまた来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。